大きく道を外れないように微調整を繰り返していくことが大事です。はい、皆様こんにちは。法華経の話第20回です。この動画は法華経という仏教の経典を拝読していきながら仏教に関することなどをお話ししています。なるべく簡単にお話しすることを心がけています。どの回を聞けば何がよくわかるという構成ではないので、少しずつ聞いていただいて、仏様の教えに関して一緒に考えていっていただければと思います。では今回のお話です。今回からは無量義経十功徳本第3についてお話をしていきます。無量義経十功徳本第3ですね。前回までの徳行本第1、説法本第2は、仏様が衆生に対して伝えたかった真の教え、その教えに向かうまでの流れの話でございました。仏様が自身が悟った真実の教えに衆生を導いてあげたい、そういったことを示されてきたわけです。では、その真実の教えに触れて修行したら、どんな結果が待っているのだろうか。どんな結果が待っているのだろうかと、それを説明したのが今回の十功徳本第3になります。その内容を簡単に言うと、無量義経を修行したら10種類の不思議な功徳を得ることができますよと。10種類の不思議な力を得ることができますよという、そういうものでございます。それで先に説明をしておかなければならないことがありまして、これは無料義経が始まるときに話をしておけばよかったんですが、それはこの無料義経というお経の立ち位置ですね。無料義経は後に説かれる法華経の前段になるわけでございますけど、これはある意味法華経で起こることのデモンストレーションみたいなものだと思うといいんではないかなと感じています。法華経にいきなり入っていくのではなくて、仏教の基本的な教えから仏様が教えを説いてきた流れ、また今回お話ししますけど、修行に対する考え方、心構え、そういったものを一旦無料義経で自分の中に入れてから法華経に入っていこうというわけです。ですから、無料義経で説かれたことと法華経で説かれたことが重複したり、一見すると矛盾するように感じるように思うことがあるかもしれませんが、この無料義経と法華経の関係性を踏まえた上で見ていくと、そのあたりのことも理解できていくのではないかなと思います。では、十功徳本の内容に入っていきます。まず最初は大聖言菩薩。大聖言菩薩はこの無料義経を通しての第二の主人公のような役割をしてくれています。この大聖言菩薩が仏様に申し上げるわけですね。この無料義経を聞けば、どんな人でも必ず菩提の心を起こすでしょう。菩提の心は前回お話ししました。訳とすると、無料義経を聞けばみんな仏になりたいという気持ちを起こすでしょうと、こういうふうに申し上げるわけです。続いてこのような経文が出てきます。はい、こういう経文です。これは、もし衆生あってこの経を聞くことを得るは、すなわちこれ大利なり。ゆえんはいかん。もしよく修行せば、徳あのくたら300三宝台を成ずる。とこう続くんですね。これは次のような意味です。もしある人がこの経を聞くことができれば、極めて広大な利益を得ることができるでしょうと。なぜかといえば、ゆえんはいかん。なぜかといえば、もし教え通りによく修行せば、間違いなく即座にあのくたら300三宝台。これは何度も出てきますね。最高の
悟りを得ることができるからですと。そういうことでございます。ここで重要なのは、まず第一歩は聞法です。法を聞くということですね。教えを聞くことで大利、大きな利益を得ることができる。でも、それだけではダメなんだというんですね。聞いて、よく修行せばとこうあります。聞いて、それが修行に確かにつながれば、悟りを得ることができるんだということですね。この部分をもう少し詳しく見ていきたいと思います。まず一つ目は、教えに巡り会えたことの幸せです。一般のことでもそうだと思うんですけど、物事がうまくいかないときに活路を見出してくれるアドバイスや考え方に触れたときは、本当に嬉しいなと思います。これはある意味出会いですね。そういったアドバイスをくれる人や、そのアドバイスに出会わなければ活路を見出すこともできないわけです。人でも本、書籍でも大事なことを教えてくれる、大切なことを聞かせてくれるっていうことは本当にありがたいことだと思います。それと同じで、この無料義教にしろ、法華経にしろ、まず聞くことが、この出会いがなければ何にも始まらないんですね。だから聞くことができること自体がとてもありがたいことだと、利益のあることなんだということになります。そして次に、聞いたのなら行をしなければならないということです。これは以前に聞法ということを話しましたけど、聞くことがまず第一で、それから次に実際に行に移っていかなければいけないんです。先ほどありましたけども、よく修行することが大事だというんですね。で、特にこのよくということが大事だと思います。よく修行するということは、闇雲に修行しなさいとか、自分勝手に修行するということではありません。具体的な修行は、それぞれの宗派によっても違うわけでございますが、うちの宗旨では題目の授事ということがあります。これを、この題目の授事、お題目を授事していくっていうことを行としてやっていくんですけれども、その行を人の話も聞かないで、またお経文にあることに目を向けないで、自分流にやってみても、それは良い結果を得ることはできないんですね。ちょっと話はそれるんですけども、プロのスポーツ選手のトレーニングを見ると、本当に多くの方にアドバイスをもらっている様子がわかります。コーチの中には自分より実績のない人もいるんですね。自分の方がコーチよりも競技でものすごく活躍をしていたりします。で、コーチの中にはそれほどその競技で実績を残せなかった人もいるんですね。中にはプロの選手でなかったコーチもいるわけです。でもそういうコーチのアドバイスや指導をプロのアスリートで活躍している人たちはとてもよく聞くんです。もちろん自分流の調整の仕方などはあると思うんですけども、やっぱり他人の意見をとても大事にするんですね。そして謙虚に練習に励む選手がプロの現場でも活躍しているようなんです。これを直接的に修行と結びつけてよいかはわかりませんが、修行と聞くと鍛錬などのイメージで、どうしても自分一人で行うものだというふうに思われがちなんですね。自分との戦いというような感じでしょうか。もちろん実際に行うのは自分なのですから、どうしたって自分でやらなければいけないわけです。ですが、間違った修行をしないように、間違った考え方で修行をしないように、とにかく自分一人ではなくて、仲間と一緒に修行をしていくっていうことが大事です。自分の考え方を仲間に聞いてもらったり、時には訂正されるようなこともちゃんと受け止めて、よく修行せば、初めて仏になる道が開けるというわけです。お経を読むということ一つとっても、最初は自分一人で読んでいて、読めるようになるととっても嬉しいんですね。しかし、そうやって読めるようになって、今度はみんなでお経を読むと、また嬉しい格別の嬉しさがあります。で、そうしていくと、今度はお経の声が合わない。
みんなでのお経の声が合わないというようなことがあって、で、こうなってくると、合わないからって結局自分一人で唱えるようになってしまうと、本当のその嬉しさ感じれないんですね。みんなでお経を合わせるにはどうしたらいいんだろうかと、そういったところに立ち返っていくことが大事で、そこからまた何かありがたいことを見出すこともできるのではないかなと思います。法華経の中でも、これはまた法華経に入ってからお話をしていきますが、たくさんの菩薩が出てきます。そのたくさんの菩薩はみんないろんな関係性の中で修行してきたことがわかるんですね。自分ではまっすぐ道を歩いているようでも、いつの間にかずれていってしまうことがあります。また、そのことに自分ではなかなか気がつくことはできないんですね。そして一旦道を外れてしまうと、修正するのは非常に難しいんです。前回もお話ししましたが、人はなかなか自分の意見を変えることができません。ですから、大きく道を外れないように、微調整を繰り返していくことが大事です。その微調整をしてくれるのが仲間だと思うんですね。修行というと孤独なように感じるかもしれませんが、決してあなたは一人ではないし、一人で修行することではないと、一人で修行するんではないということを覚えておいていただければと思います。このよく修行せばだけで随分長く話をしてしまいました。でもお経というのはこういう細かいところに大事なことがさらっと収められていたりするわけです。そういうところを見つけたりするのがとっても私楽しいんですね。で、こんな楽しみ、ほとんどの人に共感を得ることはできないんだと思うんですけども、とっても楽しいと思っています。さて、話を戻しますが、こうやってよく修行をせば菩提を上ずることができると、この無料義経には書いてあったわけでございますけども、その結果、10の功徳、10の不思議な力を得ることができるというふうに説かれているわけです。その10の功徳というのは、伝行大師最澄さんが中無量義経という解説書の中で説明をしてくださっています。その10の功徳というのは、上心不思議力、偽証不思議力、戦士不思議力、王子不思議力、粒子不思議力、自頭不思議力、宝生不思議力、特任不思議力、伐採不思議力、統治不思議力の10になるんですね。もう一度読みますが、上心不思議力、偽証不思議力、戦士不思議力、王子不思議力、粒子不思議力、自頭不思議力、宝生不思議力、特任不思議力、伐採不思議力、統治不思議力と、そういう10種類の不思議な力、功徳を得ることができるという意味です。この不思議というのは、今で言うと私たちがわかんないような不思議だなっていう使い方をしますが、仏教では私たちのその能力では到底計り知ることができないほど素晴らしいものということで、不思議という言葉を使います。なかなか気になる不思議力がありますね。王子とか、それから粒子。これはどういうものなんだろうかなというふうに思います。次回からこれを全部お話しすると大変なボリュームになりますから、この中から何個かをピックアップしてお話をしていきたいと思います。最後に余談です。この法華経の話も20回を数えました。細々とですが、ここまで続けることができたのは視聴者の皆様のおかげです。本当にありがとうございます。今後とも温かく見守っていただければと思います。もちろん、意見やアドバイスもよろしくお願いいたします。ちなみに、久しぶりに自分で第1回の動画を聞き直してみましたが、まず、法華経というのは何というお話をしようと思います。大正真宗大蔵経というものがございます。キーワードにして、
読んでいっていただくといいと思います。暗いですね。声がとっても暗くて笑ってしまいました。今もそうですが、1回目の時はものすごく緊張しながら話していたのを覚えています。あまり低い声ではかえって聞きづらいというアドバイスもいただいたことがあるので、最近は少し声を高めに話しています。上手に話せていますでしょうか？滑舌が悪い人だなと思われているかもしれませんが、これでも言い間違えたところはとってもたくさんカットしているんです。もともとの動画はお聞かせできないほど言い間違えています。余談はこれぐらいにしまして、また次回から法華経の話をよろしくお願いいたします。それでは今回はこれまでといたします。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。